どうも JP です。素人が一からサウナメーカーを立ち上げています。今日はですね、このマーケティングの話と、そこから、お客さんをこういう人に決めましたよっていうことをね、ちょっとダラダラと話していきたいと思います。で、まずね、マーケティングってね、よく使うし、よく聞くじゃないですか。で、僕もよく使ってたんですよ。でもね、実際マーケティングって理解してないんですよね、僕。でマーケティングという言葉の解像度が異常に低いことに気づいて、いやちょっとなんでやろなというふうに思って、ちょっと45冊本を読んでいろいろ勉強したんですけど、やっと分かりましたね。なんでこんなにぼやけているんだと。これね、マーケティングという言葉がむちゃくちゃ守備範囲広いんですよ。マーケティングと聞くとなんとなくこう販売戦略みたいなねところだけかと思うと、なんかこういろんな人のね話聞いてると、なんかこれもマーケティングこれもマーケティングっていう風に含んで言ってるなっていうようなねことにぶつかることが多かったんで、なんかねマーケティングって何やろみたいな、よくわからない時はね結構あったんですけど、マーケティングのね守備範囲って本当にこの商品開発から販売後のアフターフォローまでねもうすっぽり入っちゃうんですよ。でここがむちゃくちゃ難しくというか解像度を低くさせている原因だったんだなっていうことにね初めて気づきました。多くの方ねこういう感じなんじゃないかなと思うんですけど、これですっきりしてください。守備範囲めちゃくちゃ広いです。はい。でね、これでね勉強して、じゃあ何を決めていかないといけないのかっていうことをね一番僕が咀嚼をして、しっくりきた、文章があったのでちょっとお伝えしたいと思います。まずね、お客さんのニーズ欲望を知るっていうことなんですね。でそれに合うもしくは叶うですね、サービスや商品を提供する、これなんです。これだけでこの情報を集めていくっていうことなんですよね。でもマーケティングの説明はね本当に難しい。だからもう僕はもうこれしかない、もうこれで突き進んでいくんですけど、で多分それを精度高くやろうとするといろんなね莫大な費用をかけて莫大な手間暇をかけて調査していかなきゃいけないっていうことらしいです。そんなことはね個人というかね、そんな大きなお金がいるね、ことはできないので、このさっき言ったようなねお客さん知って、それにかなうサービスや、商品を提供するっていうところをね、分かっていればいいかなっていうことです。でじゃあ僕がねこう落とし込まなきゃいけない作文としては、想定したお客さん〇〇にはですねこんなニーズや欲望があって、卵サウナを使ってそのニーズ欲望を叶えるもしくは満たすっていうことをね、ここに何が入るかっていうことなんですけども、こう先にお伝えするんですけれども、僕のお客さんっていうのは事業所さんなんですね。宿泊事業所、例えば温泉施設とかグランピング施設とか民泊施設、こういったところの事業所さんがメインのお客さんになるなっていうふうに、決めました。でじゃあなんでそのお客さんに決まったのかっていうことなんですけど、これはですねここで言うと、卵サウナのいいところとか、いろんな商品やサービスあると思うんですけども、僕の場合卵サウナなんで卵サウナのいいところ得意なところね、特徴といったところがもうこれなんですよね。デザイン性があってパッと見てエンドユーザーさんが入ってみたいと思う、これなんですね。これが卵サウナの特徴であり強みだと思うんですよ。で、卵サウナのね機能面なんかも、いいところありますけどいっぱいありますけど、実際お客さんが興味関心示すのってデザインじゃないですか、まずは。でデザインがないと実際機能でこう興味関心引こうと思うと相当な機能を積み上げないと機能で集客ってできないと思うんですよね。でこのデザインなんですよ、まずは。人間関係も僕はデザインじゃないわ、中身いうか外見
からだと思うんですよね。で僕はまあ美容業やってたんでその辺ずっとね、対峙してきたこ問題というか問題じゃないな対峙してきたことなんでよくわかるんですけど、やっぱりね中身めちゃくちゃ良くても外見ダメだったらね入ってきにくいんですよ。間違いないです。もう外見良かったら美容師さん結構売れるし、でどんなに技術とかね、中身性格が良くてもなかなかやっぱむずいですよ。いかつすぎるとかね、外見がなさすぎたら平均あればいいですよ。平均あればいいですけど、そんなことでやっぱり外から中に入ってくるもんなんでデザイン性があるっていうのはめっちゃ強みなんですね。そこで興味関心引けるっていうのはもう相当な強みと言っていいと思います。で数ある事業者さんの中でも例えば尖りたいとか、他店とね差別化を図りたいっていったところのね事業者さんの、強烈なお手伝いができるんじゃないかと思ってるんです、この卵サウナでね。うん、でここがメインのお客さんになるのでここに対する、広報とかブランディングっていう形になっていくんですね。でこれをね決めるのに結構本を読みましたっていうお話でした。でこれね実はいやそんなん最初から分かってるやんみたいなことなんですけど、実際でも解像度低いとブレるんですよ絶対に。大事で例えば、ここで民泊とかね事業者さんだけじゃなくて、富裕層の例えば、別荘とかもあるよとか、個人の人でも欲しい人いるでしょとかになるとそこも含んじゃうとね、それは買ってくれるんだったら全然買ってくださいっていう話なんですけど、そこも含むと広告がむちゃくちゃぼやけるんですよ。ちゃんとこのメインターゲットっていうのを決めてないと、いや別荘も行けそうやしなって、個人のなんか大きめのガレージ持ってる人やったら置けそうやしなとかやったらもう広告がむちゃくちゃになってブランディングもむちゃくちゃになるんですよね。だからこれは良くないと。だからこのバチッとね定めるのにいろいろ勉強したっていうところなんですね。でこの僕の場合は事業所さんを通してエンドユーザーさんもねどういった反応なのかっていうのがめちゃくちゃ大事なので、この前ね前回ヒアリングとかねいろいろやってたっていうのはこれはエンドユーザーさんがどういうふうに思っているのかサウナのことをね、じゃあ好きな人は何で使ってんのかで使わない人は何で使わないのかっていうところの解像度を僕が上げたくていろいろねヒアリングをしていたっていうことなんですよ。でそれがやっぱり商品の開発のところにね乗っかってくるんで、これを脳内にストックさせたかったっていうことなんですね。で多分前回とかねこの人何言ってんだみたいなよく分かんないなっていうことがあったと思うんですけども、そういうことなんです。でこれを決めたくていろいろやってたっていうことなんですね。はい、でこっからですねいよいよ販売っていうまだかまだできてないんだよな。プロトタイプを作って切り出しの途中なんですね。でこれを一回作ってそこで完成させて、プロモーション PV とかねそういったものを作っていよいよ販売リリースってなっていくんですけど、こっからがね面白いところですよね。やっとです。着々と進んでいますので、是非ねお楽しみにしていてください。今回はこれまでです。さよなら。